皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、兵器輸出大国と知られるロシアの世界兵器市場での順位が下がったというニュースについて解説していこうと思います。ロシアは世界各国に対して幅広く兵器を売り続けてきた国です。それは、かつて旧ソ連時代にその勢力圏下にあった国々に対しての兵器類などを輸出する、その流れもありますし、近年においてはアフリカ大陸を中心として欧米が売らないような国、軍事政権や独裁者に対しても積極的に武器の販売を行い続けてきたからです。そうした売り先を選ばない、むしろそのような欧米各国が売らないような相手に売るからこそ、欧米とはまた違った連帯を作り出してきたのがロシアです。しかし、そうした兵器輸出の勢いもウクライナ侵略に伴って風向きが変わりつつあります。兵器市場がどのような動向なのか見ていきましょう。関連ニュースをご紹介します。ロシア、ついに武器輸出で3位に転落。ウクライナ侵攻の影響、代わりに2位に浮上した国は、ストックホルム国際競馬研究所 SIPRI は2024年3月11日、2019年から2023年までの世界の武器輸出、輸入量に関する調査結果を発表し、その中でロシアがフランスに追い抜かれ、武器輸出国として3位に転落したことを明らかにしました。SIPRI 調査報告は5年間の武器輸出・輸入を独自データで算出しており、それによると2014年から2018年までの調査結果と比較した場合、全世界における武器の輸出・輸入量は 94% 増で、ほぼ2倍の市場規模になったとのことです。輸出・輸入量増加の理由の大きな原因の一つが、ロシアによるウクライナ侵攻であり、この影響で侵攻を受けた側であるウクライナは輸入量で世界4位に浮上しています。なお、1位は前回の調査と変わらずインドのままでした。その中でロシアに関しては、記述したウクライナ侵攻により、戦闘による自国兵器の消耗が著しいこともあり、輸出量を大きく落とし、マイナス 53% と半減しており、調査開始以来初めてフランスに次ぐ3位へと転落しています。代わりにフランスは 47% 増加。その理由は、これまでロシア製兵器の影響が大きかった中東諸国やインドで躍進したことによるものだとか。なお、1位のアメリカは、17% 増と輸出量を伸ばしました。他の上位10カ国を見ると、イタリアがプラス 86% と韓国プラス 12% の2カ国が輸出増加を記録した一方、中国マイナス 5.3%、ドイツマイナス 14%、イギリスマイナス 14%、その他スペイン、イスラエルの5カ国は輸出が減少しました。ロシアの兵器輸出産業は今、壊滅的な状態にあります。何しろ、自国で生産したものを今まさにロシア軍で大量に消費しており、他の国に売ることがちょっと難しくなっているからです。にもかかわらずこのように輸出産業的には世界3位にまだとどまっているじゃないかと思われるかもしれませんが、この統計というのはあくまでも2019年、2020年、2021年というロシアがウクライナ侵攻する前の3年間も含んだ数字をもとにしたものですから、実際の今の足元としてはロシアは兵器輸出がほとんどできていないでしょう。ロシアがウクライナ侵攻したその後だけを見れば、むしろ販売先の国に対して買い戻しをロシア自身が行っているのです。販売したんだけれどもどうか買い戻しさせてくださいとロシアの方が頭を下げて自分の販売した兵器を買い戻すといったことを行っているのです。その中にはロシアになってから販売したものだけではなく、旧ソ連時代において共産圏の勢力拡大のために供与した古い戦車や弾薬類なども含まれています。ロシアにとって兵器産業というのは稼ぐ力のある産業でしたから、少なくとも現在は外貨を稼ぐ力は失ったと見てよいでしょう。また、ロシアが売っていた相手国の中でも最も多くの兵器を買ってきてくれた大口の顧客はインドです。インドは地域大国としては南アジアでは最も大きな国ですが、アジア全体で見た場合においては隣に中国があって、しかもその中国との間には国境紛争があります。中国軍との間では
この国境紛争をエスカレートしないようにと、現場の部隊たちには銃器類は使わないようにというのが言明されているそうです。そのために中国軍とインド軍との間で国境の巡る戦いが起こると、双方が棍棒のようなちょっと前時代的な武器を使って乱闘騒ぎになるといったことなどもあります。ただし本格的な乱闘にもなると、何名もの兵士たちが死ぬまで殴り続けられるといったこともあって、かなり凄惨なことが発生します。そうしたインドは中国との対決上においてロシアともある程度の関係性を維持する必要があることから、これまではロシアからある程度の武器を購入してきました。ところがロシアによるウクライナ侵攻に伴って契約していたものさえも届かないし、これから先もいつになったら注文したものが入るかわからないといったことから、インドは他の国へと調達先を変更したわけです。その時に現れたのがフランスです。アメリカではなくて、なんでフランスの方がメインの調達先へと切り替わったかといえば、アメリカを選ぶと今度はインドの全方位外交にとって、アメリカの味方をするんだなという見方が強くなってしまうがために、様々な国に兵器を販売しているフランスの方を政治的に選びやすかったという事情があります。ロシアによるウクライナ侵攻が長引けば長引くほど、ロシアにとっての譲歩角は他の国へと移っていくことでしょう。そしてそのことは当然のように将来の顧客を失うこととなります。高額な兵器であればあるほど保有年数も長いですし、メンテナンスやグレードアップなど様々な面で長いお付き合いとなるからです。また、ヨーロッパ各国が軍事費を増額させているといった背景をもとにして、ヨーロッパ向けの輸出を増やしているのがアメリカや韓国です。特に韓国の場合だと、これまではヨーロッパに対しての兵器輸出はそうは簡単ではありませんでした。ヨーロッパには数多くの軍事メーカーがあり、それらの生産物で大体ヨーロッパはある程度成り立っていたからです。しかし、ヨーロッパの生産能力はそれほど高くはありませんから、一気に軍隊の整備を進めようとした際には、韓国製品がある程度入り込む隙間ができました。特にポーランドが大幅に軍事費を増額して軍隊の規模拡張に動いた際には、売り込みに大成功して韓国は1兆円以上の受注を得たそうです。このように世界情勢が動くと、それに伴って従来の兵器シェアといったものも変動を起こします。そして日本の名前はここにはありません。日本は兵器輸出の国としては基本的には存在しないからです。一方において日本は輸入大国の一つです。特に日本の場合だとステルス戦闘機 F35 を大量に導入することが決定していますから、ロシアによるウクライナ侵攻その前から継続的に F35 を購入し、またここ最近の継続的な中国の軍拡に伴って受ける圧力はだんだんと増している状況ですから、これまで買っていた兵器だけではなく、さらに追加の注文などもしています。それが長射程のミサイルです。日本自身でもこれからは国産の長射程ミサイルを持とうという動きが強まっていて、開発予算などもすでについて実際の配備計画も進んでいます。ただしそれはあくまでも今すぐに大量に用意できるものではありませんから、実績のある兵器としてトマホークミサイルをアメリカから買うことができているのです。ただここにも一つポイントがあって、足りないものがあるからアメリカから買えばいいやと思って実際に買えているのは、ある程度日米関係というものが良好だからです。例えば現在ロシアによるウクライナ侵略、この場面において長射程のミサイルはウクライナに渡っていません。それはお金を出してでも買いたいとしても売ってくれない兵器というのは大量にあるからです。例えばウクライナがお金を積むからアメリカに対してトマホークミサイルを売ってくださいと言ってもアメリカは売ってくれません。それは軍事機密が漏れるかもしれないという意味合いでも許さないでしょうし、また長射程のミサイルというのはそれこそプーチン大統領の拠出に向けて撃ち込むといったこともできるようなものですから、モスクワに撃ち込むなよと約束させたとしても、もしかしたら破るかもしれないという意味で売るのをためらうというわけです。まあモスクワに撃ち込むのはダメだとしても、もう供与してくれないんだったらクリミア大橋限定でいいからトマホークミサイルを撃ってくださいという話を交渉できれば良いのですが、なかなかそうもいかないのでしょう。何にしてもこうした欲しい性能のものが買える状態というのは必ず約束されたものではありません。だからこそ自分の国である程度の兵器を生産できる能力や生産ラインを
持っておくことは大事なわけです。そしてそのことを考えるときに、普段から輸出しているかどうかといったことも実は重要で、現在ロシアが大量の砲弾などを製造し、ウクライナに対しても打ち込み続けられる状況というのは、これまで長い間そうやって兵器輸出産業を世界上位の状態に維持してきたからです。もともと多くの人たちが兵器産業に関わっており、生産設備もあるからこそ長期の戦争に耐えることもできているというわけです。安全保障体制というのは平和な状態の時にどれだけの備えができているかにもかかっています。このような兵器産業の行方といったものは、実は非常時の備えとしてもある程度の視野を持っておくことの重要性を示していると私は思います。というわけで今回の動画では、兵器産業が一つ輸出産業の中でも重要だったロシアが今や外に売る分はほとんどなくなってしまい、世界的なシェアも下降しているといったニュースを取り上げました。皆さんはこの話題からどのようなことを読み解くでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また、情報が役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。